NSR250R の倒立フォーク化について紹介するよ。倒立フォーク化は見た目優先でハンドリングは出たとこ勝負だよ。今回は NSR250R 倒立フォーク化動画の第1弾として基礎知識を解説するよ。まずは倒立フォーク化のためにウプ主が集めたステムを見ていくよ。一つ目は NSR250R の純正ステム。材質はプレートも鉄、シャフトも鉄でプレートとシャフトは溶接されてる。酎ハイ機両者用なだけにコスト優先で武骨な作りだね。次にネットで無加工流用候補と言われる CBR1000RR SC57 のステムだよ。正 CC クラスのものはプレートもシャフトもアルミ、高価な大排気量のバイクらしい洗練した作りだね。次はウプ主が加工前提で流用候補として買った YZF は春は RN13N のステムだよ。これは寸法取りや加工のためにプレートからシャフトを抜いた状態だ。さらに加工前提で流用候補として選んだ AEL1000R のステム。ネットの写真で見る以上にボトムプレートがごっつかったよ。これはもうシャフトもプレートも加工は済んで組み立てれば完成する状態だよ。最後に自作ステムを製作するためにシャフトを流用する目的で買った ZX9R のステム。もともと成立フォーク用だからフォーククランプ部は小さいね。これが各パーツの使用寸法を測定した表だよ。手ばかりなんで細かな寸法違いが多いと思うからあまり真面目に見ないようにね。それといろんな事情で測れないところは空白になってる。後で説明するけど重要になる寸法は赤字にしてるよ。流用するわけじゃないけど NSR の他に所有している2種類の ZX10R の寸法を記載したよ。自作ステムは ZX10RJK のフォークした部品を流用することを前提に製作したんだ。それじゃ倒立化するための重要ポイントを説明するよ。一つ目は上下のステムベアリング。 NSR は上がベアリングレース内径 26mm、 下が 30mm と異形なんだ。左が CBR のシャフトで右が R1 のシャフト。 CBR のシャフトは上側が小さいのがわかるよね。ウプ主は主に 600cc 以上の SL 車用部品の流用を考えてきたけど、このクラスのバイクは異形ベアリングは少ないみたい。ここを合わせられないとフレームに取り付けようがないから一番のポイントだね。 SC57 ステムが流用定番になったのはこの寸法が NSR と共通だからだろうね。2つ目はクランプボルトの位置。倒立化するとフォークスパンが大きくなるから自動的にステムも幅広になる。そうするとハンドルを切った時にステムとラジエーターが干渉する。それがハンドルの切れ角に影響するんだ。詳しいことは後半に動画で説明するよ。特に右にハンドルを切った時にはステムとラジエーターキャップの干渉が問題だよ。クランプボルトが横から後ろ側についているものだとその影響が大きくなる。だからクランプボルトが前側についているのが必須だね。3つ目はステムシャフトとフォークのオフセット。今時のスポーツバイクはオフセットが 25mm から 30mm くらいが多いね。でも
NSR は 35mm で最近のスポーツバイクと比べて少し大きめなんだ。現代と30年前の設計思想に違いがあるのかな。これはフォークがフルボトムした時のタイヤと車体のクリアランスに影響するんだ。それとハンドルの切れ角にも影響するね。4つ目はステムシャフトの突き出し量。これはステムプレート上面からシャフト先端までの距離で、NSR の 232mm って今のバイクと比べて大きい方なんだ。これが短いと上側ロックナットやトップナットの係が浅くなっちゃうね。ロックナット位置はトップブリッジ厚みや形状によって変わってくるから、突き出し寸法だけで判断はできないんだけどね。最後がフォークスパンとクランプ系。フォークスパンは広すぎるとステムとカウルが干渉することになる。その時はカウルの干渉部を切ってしまうのが一番簡単な解決法だね。それよりフォークスパンとクランプ系がフォーク下の部品選択の基準になるんだ。フォークした部品からステムを決めるか、ステムからフォークした部品を決めるか、それが迷いどころだね。フップ主の当初の仕様はフォークスパンを ZX10R に合わせずステムを挿した。だから足回り関連部品を 10R の部品で簡単に流用できたんだ。でもドカティ、純正オーリンズに変更した時、フォークスパンとクランプ系が違ってた。結局いろいろ自作の部品が必要になったね。他にも細かな注意点はあるけど、それは以降の動画を参考にしてね。それじゃステムとフレームのマッチングを見てみるよ。最初は NSR の純正ステムだよ。ハンドル切れ角は25度って感じ、十分に確保できてるね。当然ロックナットもダブルでかかってる。次は流用定番の CBR のステムだよ。クランプボルトがラジエーターキャップと干渉して全然ハンドルが切れてない。それに突き出しが少ないからロックナットが1つしかかからない。ハンドル切れ角を黒いペンでマーキングしたよ。大雑把な測定だけどハンドルの切れ角は左右10度プラスアルファってとこかな。次は R1 のステムをベースにした流用加工品だよ。十分なハンドル切れ角とは言いづらいけど妥協範囲かな。ロックナットはダブルでかかるように加工してるよ。ハンドル切れ角は左右20度未満ってとこでギリギリ使える感じかな。次は TEL-R のステムを流用した自作ステム。R1 流用品よりオフセットが大きい分、ハンドル切れ角を確保できてるね。こちらもロックナットはダブルでかかるように加工してるよ。ハンドル切れ角は20度プラスアルファって感じで実用範囲だね。最後はプレート削り出しの自作ステムだよ。ハンドル切れ角は TEL-1000R と似た感じかな。もちろんロックナットはダブルでかかってるよ。ハンドル切れ角は20度程度は確保できてるから実用範囲だね。クランプボルトの位置と突き出し量の重要性を理解してもらったかな。今回の動画は基礎知識としてここまで。引き続き倒立フォーク化や改造ノウハウの動画をアップするからチャンネル登録をして待っててね。